ねえねえマリサ。なんだレイム。ジェフ・ベックって知ってる？ああ、ジェフ・ベックはエレクトリックギターの革命家だな。それでは、今日はジェフ・ベックについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。それでは、ゆっくりしていってね。ジェフ・ベックってすごいギタリストって聞いたけど、彼の子供時代ってどんな感じだったの？ジェフ・ベックは1944年にロンドンの南、ウォリントンで生まれたんだ。彼は中流家庭で、両親と姉の4人家族だったみたいだな。小さい頃から音楽には触れていたんだが、最初にやったのはピアノやバイオリンだったんだ。母親からピアノ、叔父からバイオリンのレッスンを受けていたんだ。でも、どっちも途中でやめちゃったらしいんだぜ。そうなんだ、ピアノやバイオリンって難しいもんね。じゃあ、どうしてギターに興味を持ったの？それは叔父の影響だな。最初は車に興味を持ってたんだが、その流れでギターにも夢中になったんだ。特にロックンロールやロカビリーにハマって、友達から弦が3本しかないガットギターをもらったんだぜ。弦が3本しかないギター？それじゃ、満足できなかったでしょ？そうだな。だからベックは自分でギターを作り始めたんだぜ。ベニヤ板に黄色いペンキを塗って、自作ギターを作ったくらい熱中してたんだ。でも、彼の両親はあんまりギターを好きじゃなくて、何度も捨てられちゃったらしいぜ。それは辛いわね。でも、諦めなかったんだね。ああ、諦めなかったぜ。ベックはバディ・ホリーに憧れて、どうしてもエレキギターが欲しかったんだが、家が裕福じゃなかったから手に入らなかったんだ。それでも、自作でストラトキャスターに似たギターを作り上げたんだ。しかも、ピックアップは万引きしたものを使って、アンプ代わりにラジオにつないで演奏してたんだぜ。それはすごいアイデアだけど、万引きはダメよね。でも、フレットまで自分で作ったなんて、大胆だわ。そうなんだ。フレットの位置は適当に決めちゃったから、音程が正確に出なかったんだよ。それで、チョーキングで音を調整しながら弾いてたんだ。逆に、それが彼の個性的な演奏スタイルになったのかもしれないな。そうやってギターを学んでいったんだ。16歳でウィンブルドンカレッジオブアートに進学して、最初のバンド、ナイトシフトを結成したんだ。地元のクラブで演奏するようになって、次第に音楽活動に夢中になっていったんだぜ。その頃から彼の音楽キャリアが本格的に始まったのね。そうだぜ。1962年にエプソムアートスクールに通っていた姉からジミー・ペイジを紹介されたんだ。すぐに意気投合して、二人は親友になったんだ。その後、ベックはアートスクールを退学して、新しいバンド、トライデンツを結成したんだ。なるほど、バンド活動がどんどん本格化していったのね。それからどうなったの？1965年、エリック・クラプトンがヤードバーズを脱退した後、ジミー・ペイジがベックをバンドに紹介したんだ。メンバーたちはベックの才能に驚いたらしく、特に彼の順応性が高く評価されていたみたいだぜ。そこから彼の音楽キャリアが一気に動き出したのね。そうだぜ。ハート切なくでヤードバーズとしてデビューした時も、彼のリフはもともとシタールで演奏する予定だったんだが、ベックがファズエフェクターを使ってシタールの音を再現したんだ。これが彼の独自のサウンドの始まりだったんだぜ。その後1966年にベースのポール・サミュエル・スミスが脱退、その後任としてジミー・ペイジがベーシストとして加入したんだ。え？ジミー・ペイジってギタリストじゃなかった？そうなんだ。だが、ペイジはベースをクリス・ドレアと交代して、ベックと二人でリードギターを担当してヤードバーズはツインリード編成になったんだぜ。すごい、夢の共演ね。シングル、幻の10年、サイコデイジーを発表して、この時期にバンドはミケランジェロ・アントニオーニ監督の欲望に出演したんだ。この映画でベックはギターを破壊しているんだぜ。ロックギタリストって感じね。様々な活動やツアーを行いながらも次第にメンバー間の確執が表面化して、ついにはアメリカツアー時にベックはステージを放棄したんだ。健康上の問題を理由に脱退したんだぜ。そうだったのね。ヤードバーズを脱退した後、ジェフ・ベックはどうやって新しい道を見つけたの？
ヤードバーズを抜けた後、すぐにミッキー・モストとプロデューサー契約を結んで、ソロのシングル、ハイホーシルバーライニングを出したんだ。この曲はヒットして、NME のチャートで17位になったんだよ。順調なスタートだったのね。でも、その後すぐにバンド活動に戻ったの？そうだぜ。ベックは新しいバンドを結成して、それが、ジェフ・ベックグループとして有名になったんだ。ボーカルにはロッド・スチュワート、ベースはロン・ウッド、ピアノはニッキー・ホプキンス、ドラムはエインズレイ・ダンバーが担当していたんだ。なんて豪華なメンバーなの。このバンドはどんな感じで活動してたの？最初に、タリーマン、ロックマイプリムソウルというシングルをリリースしたんだが、その直後にダンバーが脱退して、代わりにミック・ウォーラーが入ったんだ。それで、アルバム、トゥルースを録音したんだよ。でも1969年になると、メンバー間で不和が起こって、ロン・ウッドとウォーラーが脱退しちゃったんだ。バンド内の人間関係って、時に難しいわよね。で、その後はどうなったの？新しいメンバーでバンドを再編しようとしたんだけど、結局ロッド・スチュワートもロン・ウッドと一緒にフェイセズに加入しちゃったんだ。それで、ジェフはティム・ボガートとカーマイン・アピスと一緒に新しいバンドを組もうと考え始めたんだぜ。その二人って、ベック・ボガート、アピスのメンバーよね？そうだぜ。でも、そのバンドを結成する前に、1969年にジェフは交通事故に遭ったんだ。T 型フォードを運転中に事故を起こし手を怪我をしてしまって、その計画は一度白紙になったんだ。それは大変だったわね。でも、怪我が治った後はどうしたの？怪我が治ってから、また新しいメンバーを集めてバンドを結成したんだ。このバンドは日本では、第2期ジェフ・ベックグループとして知られているんだ。メンバーは、ベースがクライブ・チェイマン、キーボードがマックス・ミドルトン、ドラムがコージー・パウエル、ボーカルはボブ・テンチだぜ。第2期ジェフ・ベックグループはどんな音楽スタイルだったの？第1期とは違って、ジャズやモータウンなどのブラックミュージックの影響を強く受けたサウンドだったんだ。それまでのブルースを中心にしたスタイルから、もっと洗練された音楽に進化したんだよ。それはすごく興味深いわ。でも、そのバンドも長くは続かなかったの？そうなんだ。1971年にアルバム、ラフ&レディ、翌年に、ジェフ・ベックグループをリリースして活動は順調だったんだけど、ベックは再びボガートとアピスにアプローチして、アメリカツアー中にメンバーを突然変更してしまったんだ。それで、第2期ジェフ・ベックグループは空中分解してしまったんだよ。それで、ついに、ベック・ボガート、アピスが誕生したのね。彼らの活動はどうだったの？彼らは2枚のアルバムをリリースしたんだ。1枚はスタジオアルバムで、もう1枚はライブアルバムだな。でも1974年には、ベックとボガートが対立してしまって、バンドは自然に解散したんだ。才能が集まると、時にはぶつかり合うこともあるのね。そうだぜ。1974年、リッチー・ブラックモアがディープパープルを脱退した時に、ジェフ・ベックがその公認候補に上がっていたんだ。でも結局、オーディションまでは進まなかったらしいんだ。ジェフ・ベックのフュージョン機ってどうだったの？インストゥルメンタルが多いって聞いたけど。その通りだぜ。1975年にベックは、ビートルズのプロデューサーで有名なジョージ・マーティンと組んで、初のインストゥルメンタルアルバム、ブロウバイブロウを出したんだ。このアルバムはフュージョン色が強くて、ジャズとロックをうまく融合させた作品だったんだ。へえ、インストゥルメンタルのアルバムってあまり売れないイメージがあるけど、どうだったの？それが大ヒットしたんだぜ。ブロウバイブロウはアメリカでゴールドディスクを獲得するくらい成功したんだ。インストゥルメンタルのアルバムでここまで売れるのはかなりすごいことだよな。すごいわね。その後もインストゥルメンタルの作品を出し続けたの？ああ、翌年の1976年には、ワイヤードっていう、またしても全編インストゥルメンタルのアルバムを出したんだ。この時はナラダ・マイケル・オルデンがドラム、ヤン・ハマーがキーボードを担当して、ジャズロック的な要素がより強調された作品だったんだ。フュージョンの先端を走ってたのね。ライブ活動もたくさんしていたの？そうだな。
1978年から1979年にかけては、スタンリー・クラークと一緒に日本やヨーロッパでツアーを行って、世界中で高く評価されてたんだ。ベックのライブはものすごくエネルギッシュで、観客も彼のギタープレイに圧倒されていたらしいぜ。その頃のジェフ・ベックは、他のギタリストとも共演していたの？もちろんだぜ。1980年代には、ジミー・ペイジやエリック・クラプトンと一緒にアームズコンサートに出て、3人が共演したんだ。さらに、クラプトンとはシークレット・ポリスマンズコンサートでも共演していて、ロック界の大御所たちが一緒に演奏する機会が多かったんだよ。その3人の共演なんて、ファンにとっては夢のような出来事ね。1980年代には他にも何か特別なことがあったの？1985年に、フラッシュというアルバムを出したんだ。このアルバムは、それまでのインストゥルメンタル路線とは少し違って、ナイル・ロジャースやアーサー・ベイカーをプロデューサーに迎えて、ボーカル入りの曲がメインになっているんだ。フラッシュでスタイルを変えたんだね。どんな曲が注目されたの？このアルバムで特に注目されたのは、エスケープという曲で、グラミー賞の最優秀ロックインストゥルメンタル賞を受賞したんだ。それに、インプレッションズの People Get Ready のカバーで、ロッド・スチュワートとの再共演が話題になったんだぜ。MTV でもよく流れてたんだ。ロッド・スチュワートとまた一緒に演奏したんだ。昔の仲間と再共演するなんて、感動的ね。ああ、やっぱり昔の仲間との共演は特別だよな。ジェフ・ベックはどんなジャンルに挑戦しても、自分のスタイルを貫いていたから、彼の音楽は時代を超えてずっと愛されているんだぜ。ジェフ・ベックがエレクトロニカやテクノロックに挑戦した時期って、どんな感じだったの？ジェフ・ベックがその方向に進んだのは、1989年にギターショップをリリースした後からだな。このアルバムはグラミー賞の最優秀ロックインストゥルメンタル賞を受賞して、彼のキャリアにとって大きな転機になったんだよ。その後、しばらくオリジナルアルバムは出さなかったけど、1999年20年ぶりに、Who Elseを出して、ここからテクノロックにシフトしていったんだ。Who Elseってどんなアルバムだったの？Who Elseは、ジェニファー・バトゥンをサイドギターに迎えて、打ち込みを多用したテクノサウンドを取り入れたアルバムなんだ。ロックやフュージョンとは違って、革新的なサウンドで新しいジェフ・ベックを見せてくれた作品だな。新しいサウンドに挑戦したんだね。アルバムの反応はどうだったの？ファンからの反応は良くて、売り上げも順調だったんだ。特にアルバムをリリースした後に行った来日ツアーが日本でも話題になって注目されたんだ。日本でもツアーをしてたんだ。それで、その後もこの路線で活動してたの？ああ、2000年にはさらにテクノロックの要素を強めた You Had It Coming をリリースしたんだ。このアルバムも来日ツアーと一緒に話題になったし、特にテレビ番組、ニュースステーションで、ナディアを演奏したのが印象的だったんだ。テレビ出演なんて珍しいわね。それからもこのスタイルを続けたの？そうだな、2003年には、ジェフというアルバムを出して、ドラムンベースを大胆に取り入れたんだ。このアルバムは、アナログなギターサウンドからさらに進化して、デジタル要素をたっぷり取り入れているんだよ。ドラムンベースを取り入れるなんて、ジェフ・ベックは本当に常に新しいことに挑戦していたのね。その通りだぜ。そして同じ年に、彼のデビュー40周年を記念して、ロイヤル・アルバートホールでコンサートを開いたんだ。このコンサートは大成功だったし、彼はインターネットでライブアルバムをリリースしたり、2006年には日本のウドウミュージックフェスティバルにも出演して、新しいことに挑戦し続けているんだよ。本当にエネルギッシュね。2000年代に入ってもライブ活動は続いていたの？ああ、2008年には、ライブベック3ライブアットロニースコッツクラブというライブアルバムを出して、2009年にはそのライブの DVD も発売されたんだ。彼のライブはいつも圧巻で、ファンにとってはたまらない体験だったと思うぜ。ライブでの彼のパフォーマンスを想像するだけで、すごくワクワクするわね。さらに2010年には、エモーション&コモーションというスタジオアルバムをリリースして、今度は少し落ち着いた曲調になったんだ。このアルバムでは、ジョス・ストーンやイメルダ・メイといったシンガーを迎えて、歌のある楽曲が中心なんだよ。
彼の魅力は、いろんなスタイルに挑戦するところよね。テクノ3部作とはまた違う感じのアルバムだったの？そうだな、テクノロックから少し離れて、感情豊かな表現を追求した作品だと言えるな。これがジェフ・ベックの柔軟さと、常に進化し続ける姿勢を象徴しているんだよ。ジェフ・ベックが亡くなったって聞いたけど、詳しく教えてくれる？ああ、そうなんだ。2023年1月10日にジェフ・ベックは亡くなってしまったんだ。原因は細菌性髄膜炎で治療を受けていたけど、残念ながら回復することはできなかったんだ。本当に悲しいニュースね。彼の死はどうやって発表されたの？彼の訃報は、家族が公式 Twitter を通じて発表したんだ。ベックは78歳だった。彼の死は世界中の音楽ファンやミュージシャン仲間に大きな衝撃を与えたんだぜ。78歳か長いキャリアを持つ偉大なギタリストがまた一人去ってしまったのね。彼の音楽やギターは今でも多くの人に影響を与えているわよね。その通りだぜ。彼の音楽は時代を超えて多くのミュージシャンやリスナーに影響を与え続けているし。ギターの革新的な演奏スタイルや新しいジャンルへの挑戦はこれからも語り継がれるだろうな。彼のレガシーは永遠だぜ。彼の音楽を聴くと、どれだけギターに対して情熱を持っていたのかがよくわかるわ。本当に素晴らしいアーティストだったのね。そうだな。ジェフ・ベックはいつまでも語り継がれるべきギタリストだ。これからも彼の音楽は世界中で愛され続けることは間違いないぜ。ジェフ・ベックが使っていたギターや機材ってどんなものだったの？ベックは時代や音楽スタイルに合わせていろんなギターやアンプ、エフェクターを使ってたんだぜ。代表的なギターの一つはフェンダーのエスクワイヤーやテレキャスターだ。ヤードバーズ時代から使っていて音楽活動の初期には特にこれらを使ってたんだよ。フェンダーのギターってよく聞くけど、それ以外にも使ってたの？ジェフ・ベックグループ時代になると、ギブソン・レスポールスタンダードも使い始めたんだ。そして第2期ジェフ・ベックグループになる頃には、フェンダーストラトキャスターも登場した。他に1954年製のギブソン・レスポール、ボックスブラッドっていうギターも有名だぜ。それって有名なギターよね。癖ごとに違うギターを使ってたの？そうなんだ。例えば、悲しみの恋人たちでは、セイモア・ダンカンが改造したテレキャスター、通称、テレギブを使っていたんだ。それに、1980年の来日公演では、ローランドのギターシンセサイザーも使ってたんだよ。ベックはテクノロジーにも敏感だったんだ。ギターだけじゃなくて、テクノロジーにもこだわってたのね。他にどんな機材を使ってたの？アンプにもこだわっていて、ヤードバーズ時代にはボックスの AC30 を使ってたが、第1期ジェフ・ベックグループではマーシャル 200W アンプとテレキャスターを組み合わせて、パワフルなサウンドを作ってたんだ。BBA 時代には3のコロシアムアンプを使って、もっと強力なサウンドを追求してたんだぜ。アンプも色々使い分けていたのね。エフェクターはどうだったの？エフェクターも時代によって変わってたんだ。特にワウペダルは彼の愛用アイテムだ。例えば、シーズ・アウーマンやフルムーンブギーではトーキングモジュレーターを使って、ブロウバイブロウのエアーブロワーではオクターバーを使ってたんだ。トーキングモジュレーターやオクターバーってギターの音がすごく変わるエフェクターよね。他にも使ってたの？以前はプロコのラットっていうディストーションペダルを使ってたけど、最近まではハンドメイドのオーバードライブペダルを愛用していたみたいだな。ベックは常に新しい音を探し続けていて、機材もどんどん進化させていたんだ。彼の機材に対するこだわりがすごいわね。ギターやエフェクターも音楽の一部なんだね。その通りだぜ。彼の独特のサウンドは、使っていた機材と彼のテクニックの両方から生まれていたんだ。そして、彼のシグネイチャーモデルのストラトキャスターもあるんだ。彼の要望が反映されたカスタムピックアップや22フレット仕様など、細かい部分にまでこだわって作られているんだよ。シグネイチャーモデルがあるなんて、本当に特別ね。彼の音楽に対する情熱が、機材にも反映されているのね。ジェフ・ベックのギタープレイって、どうやってあんなに独特な音を作っているの？
ジェフ・ベックの奏法は本当に特別なんだ。彼の基本のフレーズは、ブルースやロックンロールに基づいたペンタトニックスケールが基本になってるんだぜ。特に、1980年代以降にフィンガーピッキングに移行してからは、彼のスタイルがさらに独自性を増していったんだ。フィンガーピッキングって指で弾く方法よね。それまではピックを使ってたの？そうだぜ。1985年のアルバム、フラッシュ以降は、ほとんど指で弾くようになったんだ。でも実は、1983年のアームズコンサートの映像では、すでにピックを使っていない姿が見られるんだ。最近のライブでは、たまに、スキャッターブレインのテーマ部分でピックを使うこともあるけど、基本的にはフィンガーピッキングだぜ。指で弾くことで、どんな違いがあるの？フィンガーピッキングを使うと、ピックでは出せない微妙なニュアンスやダイナミクスがコントロールできるんだ。ベックはボリュームノブやトーンノブを演奏中に調整して、リアルタイムで音色を変えることもよくやってる。それに、ピックアップの切り替えも頻繁にいって、曲の中で音を自在に変えてるんだ。まさにギターを操ってる感じね。あと、トレモロアームもよく使ってるって聞いたことがあるけど、その通りだぜ。トレモロアームはベックのスタイルを象徴する技術なんだよ。彼がストラトキャスターを使う一番の理由も、トレモロアームがついてるからなんだ。右手でアームを握りながら、親指でピッキングしてビブラートをかけたり、アームアップやアームダウンで独特なサウンドを生み出しているんだ。トレモロアームをそんなに巧みに使えるなんて、すごいわね。他に彼がよく使う技術ってあるの？他にはハーモニクスを多用して、さらに個性的な音を作っているんだ。それに、タッピング奏法もよく使うし、スライドギターで演奏することもある。ベックの演奏はとにかく多彩なんだぜ。たくさんのテクニックを駆使してるんだね。それで、ベックが他のギタリストを真似してた時期もあったって聞いたけど。そうだな。ヤードバーズに入ったばかりの頃、マネージャーからの指示でエリック・クラプトンの奏法を真似してたんだ。でも、それは短い期間だけで、すぐに自分のスタイルを作り上げたんだよ。エリック・クラプトンのスタイルを模倣してたなんて驚きだけど、そこから自分の道を切り開いたのね。その通りだぜ。ちなみに、ブライアン・メイもジェフ・ベックの影響を受けていて、ジェフ・ベックを聴くたびにギターの考え方が変わるっていうくらいなんだ。ベックの奏法は本当に唯一無二だぜ。マリサ、ジェフ・ベックってどれくらいのアルバムをリリースしているの？ジェフ・ベックは本当に多くのアルバムを出しているんだ。彼のディスコグラフィはいくつかの時期に分かれていて、それぞれで違った音楽スタイルを探求してるんだよ。それじゃ、まず第1期ジェフ・ベックグループから教えてくれる？第1期ジェフ・ベックグループでは、1968年に、トゥルース、1969年には、ベックオラをリリースしているんだ。これらのアルバムは、ブルースロックの名作として評価されていて、ロッド、スチュワートとロンウッドが参加しているんだぜ。次は第2期ジェフ・ベックグループね。第2期ジェフ・ベックグループでは、1971年に、ラフ&レディ。1972年には、ジェフ・ベックグループをリリースしているぜ。この時期はジャズやソウルの影響が強くて、より洗練されたサウンドになっているんだ。それから、ベック・ボガート&アピスの時期もあったわよね。そうだな。1973年に、ベック・ボガート&アピス。同年にライブアルバム、ベック・ボガート&アピスライブもリリースしているぜ。このバンドは短命だったけど、非常に力強いロックサウンドを作り上げたんだ。ソロとしてのアルバムもたくさんあるよね。代表的なものは？ソロで有名なのは、1975年のブロウバイブロウと1976年のワイヤードだな。この2枚はインストゥルメンタルのフュージョンアルバムで、ジェフ・ベックのキャリアの中でも特に重要な作品なんだ。そして1980年には、ゼア&バックを出して、さらにサウンドを進化させていったんだ。その後も色々なアルバムを出しているのね。そうだぜ。1985年に、フラッシュ、1989年には、ギターショップをリリースして、再びロックに回帰した音楽を作ったんだ。それから1999年には、フーエルスでテクノロックに挑戦し、
2000年には、You Had It Coming、2003年には、ジェフをリリースして、さらにテクノサウンドを追求したんだ。ライブアルバムも出しているの？もちろんだぜ。ライブワイヤーや、ライブベック、など、ライブアルバムもいくつかリリースされているぜ。特に2008年に出た、ライブベック3ライブアットロニースコッツクラブは、評判が非常に高いライブアルバムだ。最近のアルバムもあるの？もちろんだぜ。2010年には、エモーション&コモーション、そしてデビュー50周年を記念して2016年には、ラウドヘイラーを出している。2022年には、ジョニー・デップとのコラボアルバム、18をリリースしていて、常に新しい挑戦をしていたんだぜ。ジェフ・ベックの日本公演ってたくさんあるみたいだけど、どの時期が一番注目されていたの？ジェフ・ベックは何度も日本を訪れていて、特に1970年代から2000年代までずっと公演を続けていたんだ。その中でも、1973年のベック・ボガート&アピス時代や、1975年のワールドロックフェスティバルイーストランド、それから2000年代の来日ツアーは特に注目されていた時期だぜ。最初の日本公演はいつだったの？最初の日本公演は1973年だ。この時は、ベック・ボガート&アピスとして5月14日に日本武道館で公演を行って、その後、名古屋や大阪でも公演をしたんだよ。その後もたくさん公演しているみたいね。印象に残る公演はあったの？1975年のワールドロックフェスティバルは印象的だな。この時、札幌や愛知、東京などで公演を行っているけど、体調不良で一部の公演をキャンセルしているんだ。そして1980年には全国ツアーも行って、12月には日本武道館や大阪フェスティバルホールといった大きな会場でも演奏しているんだ。1986年にはスティーブ・ルカサーやカルロス・サンタナとも共演しているのよね。そうだぜ、1986年6月1日に軽井沢プリンスホテルの野外特設会場でカルロス・サンタナやスティーブ・ルカサーと共演したんだ。この共演はファンにとっても特別な体験だったと思うぜ。2000年代にも大きな公演があったの？ああ、1999年には、フーエルスのツアーで東京国際フォーラムなどで公演を行って、2000年にも再び来日して大阪、仙台、横浜など多くの都市でツアーをやってるんだ。この時期はテクノロックサウンドが注目されていたんだよ。最近の公演だと、2017年のツアーがあるのね。そうだな、2017年にはパシフィコ横浜や東京国際フォーラム、大阪のグランキューブなどで公演を行っている。ジェフ・ベックの日本での人気はずっと続いていたんだぜ。ジェフ・ベックの日本での影響もすごいわね。長いキャリアの中で、こんなに多くのファンに愛され続けるのは本当に素晴らしいわ。そうだな。ジェフ・ベックは音楽の世界で常に挑戦し続け、進化を遂げたギタリストだったんだ。そのサウンドはこれからも世界中のファンに影響を与え続けるだろうぜ。彼の音楽をもっとたくさんの人に知ってもらいたいわね。ああ、ジェフ・ベックのレガシーは永遠に語り継がれるべきだぜ。今日はここまでだぜ。マリサ、いろいろと教えてくれてありがとう。いえいえだぜ。それでは。最後までご視聴ありがとうございました。